んにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、巨大チーズ入りももちを作りました。芋もちって知ってる人は知ってると思うんですよ。お芋に片栗粉を入れて焼いてもちっとした感じに作るやつなんですけど、ちょっとね、今日はそれの巨大バージョンを作ってこれぐらいあります。お好み焼きぐらいありますね。はい、それを作りました。じゃあ作り方いきたいと思います。ちょっと裾踏んじゃったから腕上げにくかった。じゃん、今回使うのはこちらです。これはですね、マッシュポテトを作れる粉なんですけどね、普通のじゃがいもでも作れるんですけど、ちょっとこの便利なこちらがね、うちにはあるのでこちらを使いたいと思います。ボウルにバター、お湯、牛乳、こちらがマッシュポテトの粉です。別のボウルにマッシュポテトの粉を別のボウルにマッシュポテトの粉を入れます。片栗粉を入れるのを忘れてました。途中からでもいいと思います。あとですね、今思ったんですけど、マッシュポテトを作る分量通りの牛乳とかを加えてるとちょっとあんまりにも緩すぎるので、ちょっとそれはね、勘で作ってみてください。粘土みたいな感じの感触になったらいいです。手で混ぜた方が混ざりやすそうです。お湯を入れたから温かくて気持ちいいです。粉っぽさがなくなったら完成です。約 2kg のお芋が出来上がりました。好きな大きさを取って、じゃん、真ん中にチーズをたっぷりと入れます。で、包みます。はい、こんな感じですね。フライパンにバターをたっぷり溶かして表2分裏2分で、またひっくり返して最後に蓋をして1分焼きます。はい、パセリを振ってちょっとおしゃれな感じにしたら完成です。はい、こんな感じですね。とっても美味しそうです。お芋とバターの匂いがいいです。いただきます。ちゃんとね、チーズがね、溶けてくれとるといいんですけどね。割ってみます。見えますか？伸びてます。はい、こんな感じですね。美味しそう。もうちょっとたっぷりいった方が良かったかな。まずは何もつけずに食べてみます。美味しそうです。じゃがいもだけだとちょっとパサパサするじゃないですか。それが片栗粉を入れることによってちょっとお餅っぽくなっててとっても美味しいです。で、チーズもいいですね。で、私ね、この大きいの作っといて言うのはなんなんですけど、ちょっとね、小さい方がこれ美味しいと思います。小さい方が焼く面も多くなるし、チーズもたっぷり入れれるのかなっていう気もするし、でもこれも美味しいです。 2kg は確実にありますね、材料的に言って。チーズが飛び出て美味しいです。で、今回もね、トッピングするものいろいろ持ってきてるんで、まずは蜂蜜をかけたいと思います。最高だな。最高の眺めだ。いいですね、蜂蜜。チーズに蜂蜜の甘みが合わせるとよく合うけど、お芋ともよく合ってます。美味しい。蜂蜜つけた方が絶対美味しいです。この芋餅が巨大やったことが関係してるかもしれないですね。で、2個目です。2個目はですね、じゃん、大好きなマヨネーズをかけます。うわーケーキみたいちょっとお芋がね、パサパサしとるからソース系たっぷりの方が良さそうなんですよ。ポテトサラダもマヨネーズ結構入れてるんですよ、あれねそういう感じです。チーズがいいですね。美味しい。でも私蜂蜜の方が好きだ。ちょっとね、マヨネーズだけだとこのお芋に味が物足りないから、味が物足りないって言っちゃった美味しいんだけどね、塩かな、塩が足りないのかな。マヨネーズってね、味が濃いものとかに足すとマイルドになったりするけど、味が薄いもののマヨネーズってね、ちょっとマヨネーズ味になるだけで私的にはちょっと物足りないんですよね。こっちの方が美味しいです。でも私蜂蜜が一番好きだなちょっとね、ソースも足してみようかな。お好み焼きかってパセリも海苔に見えてきました。美味しい。
ぱね、お芋にはコーラが合います。で、3個目です。私蜂蜜が好きですね。で、最後の1個です。ちょっとですね、最後の1個はもう焼いてる間の時間差とかもあってちょっと冷えちゃってるんで温めてきます。はい、温めてきました。じゃん。そしてこちらですね、ついでにケンタッキーのハニーメープルも持ってきました。おー、いいですね。ケンタッキービスケットの味がご家庭でおー、チーズがいいですね。おー、ハニーメープルもよく合います。このメープルのね、風味がいいですね。冷めとるとね、お芋があんまもちっとしないんですよね。あったかいともちっとしてとても美味しいです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。巨大チーズ芋餅美味しかったです。もしかしたらね、お芋自体にお砂糖で甘みをつけたり、塩で味をつけたりした方がもっと美味しかったのかなと思いました。もし次作るときはね、ちょっと改善したいと思います。いろいろトッピングしたりすれば味もつけられるからとても美味しかったですね。私は特に蜂蜜が好きでした。蜂蜜とこのね、甘いハニーメープルがいいんじゃないかなって、甘いものが好きな私はそう思いましたね。で、とっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。レシピの方はみんなの作りやすい分量で書いておきますので、よかったら参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。